よいしょ。じゃあ안녕하세요. 오늘은 일본에서 온 택배를 언박싱 하겠습니다. 이에이! 그럼 열어보겠습니다. 짜잔! 일본에서 가끔 엄마가 택배를 보내주시는데 EMS로 보낼 수 없는 물건들이 있어서 이번에 제가 인터넷으로 해외 직구 해봤습니다. 한국에서도 인터넷으로 일본 식품이나 일본 생활용품 많이 살 수 있어요. 이 인터넷 숍에서는 10만 원 이상 사면 택배비가 무료예요. 무게 상관없이 무료라서 일단 10만 원치 샀습니다. 많이 샀다고 생각했는데 열어보니까 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 더 많이 살 걸 그랬나? 자, 이렇게 샀습니다. では一つ一つ見ていきたいと思います。まず一番買いたかったのがこのシチューです。シチューは日本から EMS で送ると検疫で引っかかって没収されてしまうので EMS では送れないので今回インターネットで買ってみました。なぜインターネットで買うと日本から送られるのかよくわからないんですけど일단은 인터넷 숍에서는 살 수 있어요. 그래서 이번에는 このシチューとあとクラムチャウダーでこのシチューこのタイプなんですけど私はこれが結構好きです。昔からあるシチューそれとこんなクリーミーバターチキンというのがあったのでどんな味か見てみたいと思います。シチューは韓国でいろんなお店で探してみたんですけどどこにも見当たらなくて本当にすごく久しぶりに今回食べれるんですけどこれがクラムチャウダークラムチャウダーもあまり韓国で見たことがないんですけどお店とかでも中にバジラが入ってるんです。アサリが入っててあと野菜はキャベツとじゃがいもすごく美味しいです。あと次これコンソメも本当に韓国には売ってなくて今回この2つ買ってみました。これです、コンソメでスープ野菜作ったりとかあとは、チキンのトマト煮とかよく作るんですけどその時にこのコンソメを入れるとすごく美味しくなるのでチキンのトマト煮を作る時に使うのとあと簡単に野菜炒め作る時とかすごくこれ重宝するのでやっと今回また買いました。それから次にこれ焼きそばです。焼きそば2つ買いました。韓国カップラーメンとかラーメンは結構韓国の味に慣れて美味しいんですけど焼きそばってあんまりこっちで見たことがないんですよ。焼きそばも時々食べたくなるんですけど日本食のお店で作る焼きそば売ってたので食べたりはしたんですけどちょっと気軽に食べれるこのカップ焼きそば今回注文してみました。じゃあ次はみりんです。みりんもね日本食のお店に売ってたりするんですけどちょっとこの宝の本みりん買ってみました。ちゃんとお酒が入っているみりんなんですよ。アルコールが 12.5 度以上 13.5 度未満って書いてあるので日本食屋さんに行くと日本のみりんということで売ってるんですけどアルコールが入ってないみりんなんですがこれは
アルコールが入っているみりんなので、またちょっと風味が違うんじゃないかなと思って久しぶりにこれ使ってみたいと思います。それから、お醤油、お醤油もこれ小型マート行くと結構このキッコーマンのこの種類売ってたりするんですけど、そんなに高くなかったので今回買ってみました。冷蔵庫に入れなくても120日間常温保存できるというものです。一応体を気にして減塩にしてみました。あと本つゆ、これもねマートで売ってるんですけど、マートで買うよりも安かったので買いました。煮物を作る時は本つゆ使わないで醤油とみりんと砂糖とかお酒とか入れて作るんですけど、お蕎麦食べる時とか、あと本当に簡単に雑炊作る時とか、あとなんかスパゲッティにちょこっと入れたりするレシピがあったりして、そういう時に使うのに重宝してます。次にですね、洗剤まさかインターネットで買うと思わなかったんですけど、1万円4万の以上買うと送料無料だったので、この重いの買いました。 720g。 これと2つ買ったんですけど、もっと買えばよかったなと思います。韓国の洗剤ってどうかわからないんですけど、この洗剤はすすぎが1回でいいんです。今韓国で使ってる洗剤、私普通に2回すすぎしてるんですけど、そんなに洗濯物も汚れているわけじゃないと思うので、そんなに洗剤たくさん入れてもうすすぎ2回回してってやる必要ないかなと思いつつも、すすぎ1回でいいって書いてないので2回で洗ってるんですが、これは本当に1回でいいので水の量も節約できるのでいいかなと思う。それとあとこれアクロンです。これも多分似たようなの韓国にもちろんあると思うんですけど、ニットとか、あとちょっと大事に洗いたいお洋服とかはこのアクロンで洗います。もう1年半以上日本に帰国してないんですけど、いつも帰るたびにアクロン何個も買ってきてて、でもそろそろ切れそうだったので今回買いました。また洗剤なんですけど、これはトイレお掃除用の洗剤です。本当に韓国にもトイレ掃除の洗剤はたくさん売ってるんですけど、韓国のと比べてもそんなに高くなかったので買いました。10万ウォン以上買わなきゃいけなかったので買いました。これ詰め替え用なんですけど、前に日本からこの本体を買って帰ってきたので、本体があるので今回詰め替え用でこのバスマジックリンを買いました。これ 330ml なんですけど、日本でスーパー行くと多分100円ぐらいで買えるんですよ、セールしてる時。だから本当に一時帰国した時とかも本当に何個か買ってきてたんですけど、とりあえず本体があるのでこれ買ってみました。あとこれも洗剤なんですけど、これは洗濯する時に一緒に入れる医療用の漂白剤です。多分韓国に売ってると思うし、洗剤にもともとその匂いを落とすとか、あとシミを落とすとか、そういう機能というか効果が入っていると思うんですけど、これをやっぱり別途入れると違うかなと思ってずっと使ってました。で、医療用漂白剤も漂白剤なんで多分日本から持ち込みできないんですけど、インターネットだったら買うことができました。これもねそんなに高くなかったので2つ買いました。じゃん、焼き鮭粗ほぐしです。ふりかけの鮭とはやっぱり違うんですよね。おにぎりに入れて食べるとすごく美味しくて、うちの娘がいつも朝ごはんにおにぎり食べてたんですけど、これがなくなっちゃってしばらく食べれてないので作ってあげたいと思います。あとそのサイトでこの焼き鮭ほぐし身もすごく美味しいっていうレビューがあったので、これも買ってみました。美味しかったらねまたこれ買いたいと思います。あとこれ料理のお酒です。韓国料理でも多分お酒って使うと思うんですけど、やっぱりちょっと日本酒とは違うと思うので、日本食売ってるお店屋さんに行って日本酒が売ってるので、それを、料理用じゃないんですけど
料理用でも使えるみたいなのでそれを使ってたんですけど、今回インターネットでこれが買えたんで買ってみました. 10,000원치 사야 되는데 생각보다 살 게 없어서 그냥 없어도 되는 것들도 많이 샀는데 오랜만에 일본 음식 먹고 싶어서 샀는데 これは娘が食べるかなと思って買ったきのこのたけのこの里のお菓子と、これ小袋で12袋入ってるのでちょこっと食べたい時に便利。あとパカジャ和菓子、やっぱりちょっとこっちにいると食べたくなるので味見しようと思って買ってみました。それからちょっと調味料的なものがまだあって、これハンバーグ作る時に煮込むソース。ハンバーグ時々表面だけ焦げちゃって中まで火通すの難しかったりするんですけど、これで煮込めば完全に火も通るし美味しいです。あとこれチキンのシーズニングミックス、これも買ってみました。お餅、韓国にももちろんお餅あるんですけど、こういうお餅って言ってないんですよね。切り餅。これオーブントースターで簡単に焼くことができるので、日持ちもするし便利なので買ってみました。娘にあげようかなと思ってラムネとグミ、それからラーメン。韓国のラーメン私も美味しくて、全然日本のラーメン食べなくても大丈夫なんですけど、味噌ラーメンってあんまりないんじゃないかなと思って韓国では。なのでこれ味噌ラーメン買ってみました。エビの風味がしたらいいかなと思って買ってみました。こうやって見てみるともっと買えばよかったなってやっぱり思うんですけど、これで1万円ぐらいです。送料なかったし10日間ぐらいかかったんですけど、一番嬉しいのはシチューとコンソメ。洗剤とかは結構日本のものって安くて、スーパー行ったら本当に安く買えるんですけど、インターネットでもそんなにも倍とかする値段じゃなかったので、今回買えてよかったかなと思います。どこのお店で買ったのかとか、ちょっと興味がある方いらっしゃったらコメントくださればお返事したいと思います。それでは今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。